ヤッホーみんな息してる。息しかしてない時丸です。始まってますか？ 2026 年。まだお休みの方もいるかもしれませんが、僕はゆるゆると始めていきたいと思います。で、今日は63個のアイテムで暮らしているっていう、生きているっていうことで、ちょっと今年の自分のミニマリズムの方向性みたいなことについて喋りながら、思考しながら考えていきたいと思います。耳だけお貸しください。できればメモをお貸しください。何かしながら聞いていただけると幸いです。はい。ということで、なんかね、去年はいろいろやってきて、で、年末年始にね、年末年始というか年末の方に、数を数えてみたんですよ、トータル。そしてまあ、63個になっていると。で、実は2025年が始まった最初の頃は、65個でした。はい。なので、トータル減ってますね。うん。いろいろこう、紆余曲折しながら、増減ありながら、結果的に2つ減って、総数的には63個という結果になっています。で、またちょっとパッキング動画とか全部持ち物紹介動画みたいなものは別でね、ゆっくり紹介したいなと思うので、今日はちょっとそれ以外の、ちょっと理論的なところについて話していきたいなと思います。エクストリームミニマリストとは何かみたいなところから、そういうところから。で、63個になってるわけですけど、その何が減った何が増えたかっていうのは、結構自分の中でもわかんないところがあって、で、それは同じものを買い直したりとか、買い戻したりとかしてるんですよね。で、いつもやっぱり数じゃないっていうことは言ってはいるんですけど、なんとなく自分は結構数えたりするのが好き。で、そもそも多分物が好きなんですよ。根本的に物が好きなんで、何か新しいものを入れて、それを試して自分の生活とか自分のアクティビティに合うかっていうのを試して、で、そういうテストを常にやっているっていうような状態です。で、すべての持ち物については僕のウェブサイトに掲載してますので、ちょっと情報古いんですけど、更新できてないんで、一応それを参照してみてください。概要欄に貼っておきます。で、いろんなミニマリズム、ミニマリストのスタイルってあると思うんですけど、自分自身は、ワンバックで、暮らしていく。そして、山にも入ることができて、撮影もできて、そして日常生活もできて、旅もできるっていう風な、そういう風なノマドスタイルと山のスタイルで都市の生活みたいなものを全部マージさせた。なんか一言で表現するのは難しいんですけど、やっぱクリエイター向けのミニマリズム、クリエイター向けのバックパッキングみたいな、なんかそういう感じですね。で、テーマにもあるように、少ないものでいかに作っていくかっていうことをやっています。で、過去15年ぐらいも写真業界にいて、ずっと写真を撮っていて、プロのフォトグラファーとしてですね、活動してきて、で、それから文章を書くようになったりして、で、こういう発信を始めて、で、音楽も作ったりして、今に至るんですけど、だからそういうテーマで去年もずっとやってきて、だから結局自分が買ってるものとか持ってるギアっていうのは、基本的には何かを作るためにある。クリエイティブを作るためにありますね。で、自分の熱量というか、本当にやりたいっていうところがそこにあるので、なんかやりたいことをやるために追求していった結果、それ以外のものをどんどん手放して、で、クリエイティブをするためのツールだけが残ったっていう感じです。で、もう一つ僕のスタイルの特徴としては、やっぱり自然の中にこのまま入れるっていうことです。で、もちろんミニマリストっていろんなスタイルの人がいて、で、例えば自分でも会社とか持ってて、でも少ないもので暮らしていたりとかね。で、あとは家族がいながら、家とか持ってたりして少ないもので暮らしてますみたいな人もいたりとか、あるいはアンドリュー・ハイドみたいに旅人スタイル、ずっと旅をしながら、ノマドが中心にあるようなスタイルの人たちもいると思います。で、僕はですね、基本的には都市型のミニマリストで、で、同時に旅とハイキングをやるっていう。それは自分の趣味でもあるんですけど、どちらかといえばですね、作ることとその自然の中に入ることを、同等と考えてるってことです。つまり自然からインスピレーションを結構得ているところが多いっていうことです。瞑想的に歩くことだったりとか、その自然の中の造形物だったりとか、自然のそのものの形だったりとか、空気とか水とか、なんかそういうものの刺激から何か自分の精神的なところをリフレッシュさせて、そこから何かを生み出すみたいなことをやってるので、なんか街にいるだけでは自分の文章を書いたりとか、音楽を作ることが深まらないと思っているんですよ。もちろん山に入らなくても作れる人はいると思うんですけど、自分の場合は割とバックグラウンドとして小さい頃田舎のね、自然の多いところで育って、で、そして10代から20代にかけて、
人類学っていう学問を専攻して、フィールドワークで海外を旅してたので、そのなんかバックパッキングのスタイルがやっぱり好きで、で、かつその自然の中に入るっていうところが好きで、で、それでこういう結果になってます。だからなんか、こういうものを目指そうって思ってやったわけじゃなくて、もちろんそのなんかいいなって思う人を真似たりもしてるんですけど、なんとなくその自分がやりたいことを集中して見極めていった結果、こういうふうな自然の中に入ることと都市型の生活、そして旅をしながら、かつクリエイティブをやるっていうね、そういうちょっとね、複雑なことになってます。はい。なんで、そういうどうしてもその山に入る道具とか、クリエイティブをするための道具が必要になるので、やっぱりね、増えてるんですよ。で、一時期よりも全然増えてて、一番少ない時は35から40ぐらいのアイテムで暮らしていた時期もあります。それも実験だったんですけど、カメラの機材を小さくしてみたりとか、ハイキング系のアイテムで、宿泊できるね、そのテントのシステムとかスリーピングシステムを全部手放して、もう完全に日帰り用の道具にして、かつ泊まるときは山小屋とかホテルを利用するみたいなスタイルにしてた時もあります。なんかそこからね、試行錯誤して、やっぱりその自分が持っているものすべてで自分の生活とか活動を完結できたら、どんなに心地いいだろうなっていうところで、ちょっとずつ増やしていって、今の63個というね、アイテム数に落ち着いています。で、今35リットルのバックパックを使っているんですけど、やっぱりこの中で、ハイキング系のギアがね、結局占めているんですよね。で、そんなに五分五分みたいな感じ。山5割、町5割みたいな感じは全然ないので、で、しかも結構シーズナルで、僕はその冬山はやらないので、基本的に春から秋にかけての山しか入んないんで、実はね、そのテント系の装備が、そんなに使用頻度が高くないっていうのがあったりします。だからそれを今年は、どういう風に整理していくかっていうところになるかなと思っていますね。で、一つ気づいたのは、やっぱりその山の中に入るってことは、そのクリエイティブをやるため、その反動としてあるっていうところはあるんですけど、やっぱり東京の都市生活で、ストレスが溜まるので、その東京の都市生活に対するものとして自然があるみたいな感覚もありましたね、ずっとね。そういう感覚もあって。ただね、去年気づいたのが、去年僕いろいろ仕事を手放したんですよ。クライアントワーク、大きなクライアント手放したりとか、会社手放したりとか、なんかそういう契約手放したりみたいなところで、なんかね、ストレスがね、一気に減ったんですよね。うん。そしたら、そんなにその山が必要なくなっている自分がいて、で、それは日頃からヨガとかランニングとか、東京の森があるところを散歩するとかね、なんかそういうところで全然解消できるなっていうのが分かってきていて、で、実際去年はその山に入る回数が結構減っていて、でもそれでもね、全然平気だったんですよね。だからなんかそういう自分の生活スタイルっていうか、その心境の変化と仕事のスタイルの変化によって、結構そういう部分が今後また変わってくるかもしれない。変わる予兆があるなと思います。ただやっぱり山に入るっていうのは、それ自体が楽しいし、面白いことだし、自分にとっては冒険なんですよね。だからなんか、それでその YouTube のネタにするとか、その自然の中を撮りたいっていう気持ち、撮影したいっていう気持ちももちろんあるんですけど、それよりやっぱりデジタルデトックスっていうか、街の喧騒から離れて人間に戻るみたいな、動物に戻るみたいな時間がすごい好きで、だからやっぱり自分にとってはこのハイキングっていうのは一つのね、なんか自分の生活大事なものになってるような気がしますね。で、今数的に63個になっているので、エクストリームミニマリストとは名乗れないと思います。はい。実際は。厳密に言えばね。厳密に言えば名乗れないと思ってるんですけど、でも自分は、もうこれに入ってるのが、持ってるのが全てっていうか、それで自分で事業を回して仕事をして、で、かつ好きなことやって、クリエイティブやって、でしかも山の中に入って、いわゆるちょっとサバイバル的なことができるみたいな、なんかそこを全部やってるので、そういう意味では、その一つのワンバックの完結性っていう意味では、まだそのエクストリームっていう部分はあるのかなと思いますね。で、やっぱりこのスタイルにたどり着くまでに10年ぐらい結局かかっていて、で、自分がミニマリズムに出会ったのが2014年とかですから、そこからいろんなものを減らしながら、まずは減らすところから始めて、そして、コロナ禍になって、で、自然の中に入れるようになって、そこから山と街のマージを考えるようになってっていう風な、そういう経緯があったりします。で、同時にですね、やっぱり物を減らすだけがエクストリームではなくて、自分のやることとか仕事とか、そういうものを減らしていく。そして、経済的には豊かになっていく。そういう風な流れをやっぱり踏むことになっていて、物を減らすっていうことが、
もうただそれで完結するわけではなくて、ストレスを減らして、そして自分の資産が結果的に増えるようになると。自分がやることとかやる仕事を集中することによって、結局収入は結果的に増えると。で、ライフコストが下がるので、基本的に低コストで生活をすることになります。ミニマリストとかエクストリームミニマリストスタイルの人たちは。だから、おのずとね、可処分所得がどんどん増えていくんですよ。で、この方法論を使って、自分は最近はそのソロプレナースタイルっていう、いわゆる自分で事業を立ち上げて、自分でプロダクト、製品を作ったりして、それを売っていく。かつこのように皆さんにそういう情報を発信したりして、広告収益も同時に得ていく。そして、本を書いたりとか、あと音楽を去年は作ったりとか、でそういう印税ですね。そういうクリエイティブの版権みたいなもの、印税も入ってくるような状態になっていると。だからそれによって、どんどんね、自由さが生まれていて、でやっぱり物を減らすっていうこと自体が、そのものが自由さの始まりなんですけど、そこを突き詰めていくと、やっぱり経済的にも自由になれるんですよね。で、やっぱりお金儲けをするのって汚いっていうイメージとかが特に日本って強いと思うんですけど、で、そのお金を汚いって思ってるうちは、まだそのお金の本質を本当に知らないんじゃないかなって思うんですよね。で、おそらくやっぱり資産家っていうのは基本的にお金はツールだと考えていて、それをいかに増やして自分が好きなことをやっていくかってことになると。だからその自由になるために結局必要なんですよ、お金っていうのは。で、ミニマルな生活をしていると自然にお金が貯まるようになるので、そういうふうな資産形成だったりとか、どういうふうに収入を上げていくかっていうところにも結構アンテナが張られるようになります。だから僕はそのレバレッジワークをすることに注力していて、で、そういう話をメンバーシップのコアでやったりとか、あとニュースレターで書いたりしてるんですけど、やっぱりそのお金から自由になることとミニマリズムをやることっていうのは結構ね、繋がってる部分がかなり多いんですよね。で、これ実際もうやってる方多いので、多分気づいてる方いると思います。やっぱりニーサ制度が入ってきて、だいぶ投資もね、浸透してきましたけど、それ以前に投資をやる前にやっぱりその自己投資をやった方が明らかに資産は増えていくと。で、この間ニック・マジューリって方の富の階段っていう本を読んだんですけど、やっぱり戦略をフェーズによって変えていかなければならないっていうことが書かれていて、で、これ基本的には1500万円、資産が1500万円以下の人は自己投資やった方がいいんですよね。そういうことが結論として書かれていて、で、これは僕も納得です。で、やっぱり長期的に投資するには早い方がいいって言われますけど、そのなけなしの金を 3% とか 4% の利率のインデックスファンドに投資していくよりも、資産が1500万円以下の時は、まだね、自分で自己投資をして自分のビジネス、事業を拡大していく。で、会社やってる人は副業を拡大していくっていう方を注力した方が、自由になれるスピードは圧倒的に速いと思うんですよ。だからそういうところもやっぱり仕事のミニマリズムとしてですね、なんとなくやっぱり去年もですね、結構いろんな皆さんからコメントとか質問とか、あと毎週やってるラジオでお便りとかいただく中で、やっぱり発信をやるっていうことだったりとか、物を少なくしていくことだったりとか、あとはその資産形成をやっていくこととかっていうね、質問とかコメントが結構多かったんですよね、思いのほか。だからやっぱりそういうことについて、考えている人も結構いると。で、それはつまりミニマリズムを用いて自由になるってことが、その経済的な自由とか、と紐づいているってことだと思いますね。で、やっぱりその精神的なところももちろん大きくて、その相互作用的なところがあるんですけど、やっぱり物を減らしていくと、ストレスが減って、で、自分がやりたいことに集中できるようになると。で、そこをちゃんと見極めていくっていうことが、やっぱり大事で、で、その基本みたいなところが、やっぱり数になってくると。だからその数っていうのは分かりやすい指標なんですよ。だから今年はね、僕もちょっとそこを改めてもう一度見直しながら、ちょっといろんなものを手放していきたいなと思います。だからもう結構もう買うものはほとんどなくて、で、今もうここに入っているものでほとんどなんですけど、ちょっと開けてみますけど、例えばフロントポケットにこういうトールとかね、やっぱりどうしてもその、ハイキング系のギアがかさばるんですよね。あとはこういうね、ebook リーダーですね。ebook リーダー。これはもう去年だいぶ重宝しましたね。ただ、厳密に考えれば、これもね、結局そのスマートフォンで代替できるので、減らそうと思えば減らせるんですよ。で、本を読むっていうのは、自分はすごく好きだから、これを入れてしまったんですけど、結局スマートフォンで読んだ方が、スマートフォンで読めちゃうので、スマートフォンでも代替できるんですよね。でそういう意味では、やっぱりその目的に沿ったものを使うっていうか、重複するアイテムになるので、こういうのは結構考える対象になりますね、今後もね。
で、あとはまあ、いろいろ入ってます。こう衛生用品系のバッグだったり、こうモジュール化してるんですけどね。で、ここにはその、イヤホンとか、カード類とか入っていますね。で、そう、そのカード類もやっぱりまあ、さっきの経済的な部分で考えるところの一つで、やっぱりそのお金がたまらないとかいう人たちは、まず先にそういう整理をしなければいけないと思ってます。で、例えば銀行口座たくさん持ってないかとか、クレジットカードたくさん複数持っていないかとか、なんかそういうのをシンプルにすると、お金の流れが見えるようになって、キャッシュフローも良くなって、貯金もしやすくなるんですよ。これも本当に単純なことなんだけど、意外とみんなやらないんですよね。例えばもう銀行口座とか証券口座とか、クレジットカードとか、もうたくさん作ってしまっているって人は、まずそこをシンプルにギュッとやると。そうすることによって、全部、簡単にそのキャッシュフローが見えるようになるんで、そこがまず先決なんですよ。それができてから、自分の事業やっていって、で、同時に資産形成をするんだったら、その株を買っていくっていうね、ところをやらなきゃいけない。だからそれをやらずにやっちゃうと、結局ね、本末転倒というか、せっかく貯めたものを途中で切り崩さなければならなかったりとか、で、そのお金の流れが見えないことによって、なんか自分のそのね、やりくりのミスみたいなものが、キャッシュフローのミスみたいなものが生じることになるんで、そこの整理が大事ですね。で、最近ほら、マイナンバーの中にいろいろ入るようになったじゃないですか。で、僕はその保険証は入れてるんですけど、免許証をまだ入れられてなくて、だから免許証をまだ物理で持ってるんで、今年はですね、ちょっと免許証をもう入れようと思います。そうすると、僕はその持つカードというのが、基本的にもうマイナンバーとクレジットカード、もうそれだけになります。クレジットカード兼、キャッシュカードみたいな感じで、そこもマージできるんで、となるとね、カード類も2つになるんですよ。で、あとはもうパスポート。そんな感じ。そうなるとね、むちゃくちゃ楽なんですよね。やっぱりもうカード類を少なくしていく。で、今ほとんどもうスマホの中に入ってしまうので、一つに集約されるリスクはいろいろあるので、バックアップ考えなければならないんですけど、それでもそのマイナンバーともうクレカだけになるっていう、もうカード類が2つになるっていうのはすごくね、ハッピーなことで、これはね、本当に最近いい変化だなと思いますね。あと印鑑とかは入ってます。はい。やっぱりこう印鑑的なものは逃れられなかったりするんで、あとはこういうね、パスポートとかもね、ここに入れてますね。で、自分が好きなIEM、これイヤフォンなんですけど、で、これもね、持ってて、で、かつ僕、AirPods も持ってるんですけど、だからイヤフォンもね、結局重複してるんですよ。でもそれは自分の中で完全に明確な切り分けがあって、で、この IEM っていうのはこの有線のものは、やっぱりその DJ やるときだったりとか、動画編集するときに遅延がないので、これは大事なんですよね。で、モニタリングでちゃんとした音を聞けるっていうので、音楽制作をするときにも役立ちます。でも AirPods っていうのはやっぱり便利で、あれも散歩の時聞いたりとか、歩いている時聞いたりとか、で、普通に部屋の中でなんか日常的になんかポッドキャストしながら、ポッドキャストを聞きながら家事をやるとかね。だから全くね、用途が異なるんですよね。だから同じ聞くものなんだけど、有線が大事っていうか、なんかそういうところに今陥ってますね。これは自分がやっぱり制作、クリエイティブやってるから生じている重複だと思っています。はい。あとはテントですね。テント、ハイパーライトのテントです。これがやっぱ大きいでしょう。これ結構ね、容量やっぱ取るんですよね。重さは軽いんだけど、やっぱ場所取る。で、あとはモバイルバッテリーとか、ケーブルですね。USB-C のケーブル入ってます。で、あとは、パッドですね。はい、パッドです。サーマレストの、パッド。これも山で基本的には使うものですね。で、これね、結構重量あるんですよね。そんな感じ。はい、そんな感じですね。これでほぼほぼ全部です。だから数的に細々としたものはね、こういう中に入ってるんで、それでトータル63個ということになる。で、63個にはヨガマット含まれていたりとか、あとは家で使っているファイヤーキングのマグだったりね、いつも使っているマグだったり、そういうのが含まれています。で、クッカー系のね、一応ガスとか、もうこの辺に、もういつもバックパックに入ってる状態です。で、やっぱその山の道具を入れてワンバッグで暮らすときは、やっぱどうしても移動の時に、都内を移動するのに、このテントとか、やっぱ入れてると重いしかさばるんで、結局ね、出して、持っていかないんですよね、僕は。だから、やっぱりどうしても出し入れみたいなものが発生すると。
で、昔はそのテント系のアイテム持ってなかった頃は、だから本当にその40個ぐらいのワンバックスタイルの時は、デイブレイクの時ですね、17リットルの17リットルのバックパック一つでやっていた時は、それがなかったから、やっぱりその心地よさってあるんですよね。だからやっぱりその入れ替えがなくて常に一つのバッグだけで生活できるっていうスタイルが本当のワンバックスタイルだと思ってるので、僕もちょっと今年はそこにもう一回戻るかもしれないなっていう、そういう予感が今のところしてます。でもそのためにはやっぱりまたそこでいろいろ考える要素がたくさんあるので、そこをね、これからは考えていきたいとね、思っています。新年でこういう感じだから、ちょっとどう変わるかっていうか、いつもコロコロ変わるんでどうなるかわかんないんですけど、でも変わらず63個から増やさずに、逆にそれをいかに減らしていけるかってことを今年もやっていきたいと思っています。はい、そういうわけで今年もエクストリームミニマリズムの実験にお付き合いいただけると嬉しいです。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。毎週の近況報告と実践はレターで書いてますので、概要欄より登録してみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。